はね、桂川なんですけどね、すごい流れになってますね。今日はね、7月8日です。こんなとこまで水が浸かってるもんな。九州はね、球磨川が先日決壊してね、大変なことになってましてね。九州の方は大変ですけど、京都もね、桂川はだいぶ水位が上がってますね。決壊するほどのあれではないんですけど、まだね。今日はちょうど晴れたんでね、雨も止んだんでね、まだいいですけど、あんな九州に降り注いでたような勢いでね、もしこっちの方までね、雨が来てたら大変なことになってましたよね、多分。この下も使ってるわ、水に。やっぱり相当来てますね。普段はね、ここ陸地なんですけどね。すごいな。このところの水に使っちゃった。普段だとね、川はね、この向こう側だけでね、ここはね、公園なんですよね。川みたいになってますけどね。どう見ても川だ。もうこの辺水浸しだ。あんまり行けないな。行けるかな。しかし最近のね、この雨というのはすごいですよね。50年に一度とかね、よく言われたりね、してますけど、毎年50年に一度みたいな感じになってますよね。で、雨ね、球磨川の決壊でもね、ダムがもしあればみたいなね、民主党政権の時にダムをね、作るのやめたからこういう二次災害になってるんだみたいなね、ことを言われたりもしますけど、こればっかりはね、天才なんでね、そういう過去の政策を批判するっていうのもね、ちょっと筋が違うのかなと思うんですけど、しかしすごいね。もうこんなとこまで来てるんだね、水が。
これは流されてきたのかな。京都もね、2年前かな、西日本豪雨でね、あの時は桂川も氾濫してね、まあ氾濫したけど、まあそんな水に浸かるのがね、まあ一部地域だけだったんですけど、こっちから上がるか。本当でも大変ですよね。ゲートボール場が海みたいになっちゃった。すごい、ゲートボール場がもう川になっちゃってますね。この辺は大丈夫だね。やっぱこの辺もすごい水が多いな。今ね、上桂の方ですね。なんかね、京都市内もね、162号かな、なんか通行止めになってるみたいですね。土砂災害って書いてましたんで、まあ雨でね、多分倒木なのか崩落なのかちょっと分かりませんけどね。でも結構広い範囲でね、通行止めのマークが出てましたんで、京北町へね行くにはだいぶ多分回り込まないといけないんじゃないですかね。そんな感じですね。やっぱこの辺もすごいな。
今ね、松尾橋から北に来てます。もうちょっと行くとね、嵐山ですね。この辺もね、水没しちゃってますね。砂地というか、サッカーやったりね、少年サッカーとかの練習をするスペースがあったりするんですけど、水没しちゃってますね。渡月橋の方もね、だいぶ前はね、渡月橋のところが決壊してね、あっち側ですね、あっち側の温泉宿の方とかね、水に浸かってましたね。すごいな、轟音が。そっか、前に水がでも漏れてるね、水がね。この辺も水と高さが一緒だもんね。今嵐山ですね、ここね。嵐山渡月橋の北側です。この辺いつもね、船遊びしてる場所なんですけどね。いやいや、すごいね。水が川と道がね、高さが同じぐらいだもんね。いつの間にかこんな風にゲートができたんだね。これ前はこっち道入って行けたんですけどね、行けなくなってる。それではね、今日はこの辺でね、今こっちが吉兆さんですね、料亭のね。今日はこの辺でちょっと川の状況を見に行きましたという動画です。それではまたね。